バイオハザードにはシリーズが進んだ今となっても明らかになっていない数々の未回収の伏線が存在します。今回は特に次回作バイオハザード9につながり回収される可能性の高い伏線を6つピックアップし考察していきます。本チャンネルではバイオハザードシリーズの考察、解説、検証を中心にした動画配信をやっておりますので、バイオハザードに興味のある方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。それでは行ってみましょう。バイオハザードシリーズの中でも特に謎に包まれたキャラクターといえば、バイオハザードリベレーションズに登場したジェシカ・シェラワットとレイモンド・ベスター。この2人は謎を残しながらも、依然としてその正体は明らかにされていません。しかしジェシカとレイモンド、実はバイオハザード9に再登場する可能性があることに気づいていますか？リベレーションズにおける2人の行動の振り返りから、9のストーリーにどのように関わってくるのかを探っていきましょう。ジェシカは BSAA のメンバーとして登場し、途中までクリスやパーカーらと行動を共にしていきますが、レイモンドにより裏切りを知らされた後に BSAA から去っていきます。実はジェシカはモルガンの指令で BSAA の動向をつかむために送り込まれていたスパイでしたが、モルガン逮捕後は FBC を離れ、謎の組織に所属していることを匂わせます。3DS 版の特典であるジェシカズレポートにおいて、使用していた PC の画面にトライセルのマークが映っていたことから、彼女はトライセル所属である可能性が高いとされています。一方、レイモンドは作中において FBC に所属しており、表向きは BSAA に協力する意思はないように振る舞いますが、裏ではオブライエンと秘密裏に協力してベルトロ復活を演出し、モルガンのほころびを誘っていました。エンディングではこの2人が接触し、レイモンドがジェシカに T アビスウイルスを渡すシーンが描かれており、2人の正体については様々な憶測を呼んでいるものの、残念ながらどれも的を射てはいません。中にはウェスカーの組織に所属しているという根拠の薄い説まで飛び出しているようですが、はっきり言って違います。しかし、ヴィレッジまでシリーズが進んだ今、正体を推測するための新たな材料は揃っており、これまでとは異なる視点から考察を行うことが可能となっています。リベレーションズのエンディングにおいて、ジェシカとレイモンドの会話の中に、組織がモルガンをあっさり切ったという表現がありました。このことより、ジェシカとレイモンド、そしてモルガンを加えた3人の真の所属は、同一の謎の組織であることがわかります。この点を念頭において、組織側の視点から3人の動きを追っていきましょう。モルガンは FBC の権力拡大のため、ノーマンと結託し、秘密裏に開発した T アビスウイルスをベルトロに提供して、ヘラクリジアでバイオテロを実行させます。そして自身は FBC の長官として、そのバイオテロを鎮圧。メギアソリスの兵器転用でテラグリジアパニックを収束させると、証拠隠滅と自身の罪の隠蔽のためにノーマンを裏切り、ベルトロのメンバーたちを彼らの拠点であったクイーンディードと共に海に沈めました。組織の黒幕は FBC 長官としてのモルガンの振る舞いと権力が増していく状態を見て、ゆくゆくは自分たちにとってあだなす脅威となる可能性があることを察知し、ベルトロのように裏切りに遭うことを恐れます。そして取り返しがつかなくなる前に、モルガンを表舞台から退場させることを考えます。同じ頃、BSAA 代表のオブライアンがテラグリジアパニックを引き起こしたモルガンの罪を明らかにしようと画策していることを察知します。黒幕はオブライアンの計画を利用してモルガンを失脚させることを思いつきます。それを実行するためのエージェントとして、組織から派遣されたのがジェシカとレイモンドということです。ジェシカはモルガンの監視を真の目的としながらも、モルガンからの差し金を装ってクリスたち BSAA の実行部隊に近づいていき、BSAA 側の情報を流す一方で、レイモンドはオブライエンに協力し、ベルトロ復活劇全体を演出するといった役割です。そして黒幕の狙い通り、オブライエンの計画としてモルガンを失脚させたというのが謎の組織側から見たリベレーションズの真の筋書きということになります。FBC や BSAA の中枢とも言えるところに、自在にスパイを送り込むことのできるこの組織と黒幕は一体何でしょうか。ここまでの話ですでに察しの良い方は分かったと思います。そう、コネクションとブランドン・ベイリーであると考えられます。特定の拠点を持たないネットワーク型の組織であるコネクションの所属であるからこそ、ジェシカ、レイモンドはスパイとして BSAA と FBC の中枢に難なく潜入し、それぞれの活動を行いながらも、真の目的であるベイリーのモルガン失脚指令を同時に遂行することができていました。このように考えると、エンディングにおける会話を踏まえた2人の行動を無理なく説明することができます。
そしてこれまで通説とされていたジェシカがトライセル所属という考察は半分誤りであり、カッポンが仕掛けた罠に見事に引っかかっています。一見ジェシカがトライセルのエージェントとして動いているように見えるのも、コネクションのベイリーから指令を受け、スパイ先の一つとしてトライセルの動向を監視することが真の目的であり、T アビスウイルスのダッシュ自体もスパイであることが知られない程度にエクセラから請け負ったトライセル内の役割を果たしているだけであると捉えることができます。ジェシカとレイモンドの真の所属組織がコネクションであるならば、ブランドン・ベイリーと共にバイオハザード9に登場し、クリスたちハウンドウルフハイとの対決が見られるかもしれませんね。まずはバイオハザードリベレーションズのエンディングの中にあったモルガン逮捕のシーンを見てみましょう。一つ言わせてもらおう、オブライエン君。BSAA は大きな間違いを犯しているぞ。リベレーションズの発売当時、このモルガンの発言はオブライエンに対する捨て台詞程度にしか捉えられていなかったプレイヤーも多いのではないでしょうか。しかしビレッジのエンディングにおいて BSAA から艦村に送り込まれてきた兵士たちが実は BOW であったこと、また BSAA がベイカー邸事件の隠蔽工作を行った事実が明らかとなった今となっては、 BSAA がもともと持っていた闇の一部をモルガンは初めから知っており、やがて完全なダークサイドに陥ることを見抜いていたとも解釈できます。ではモルガンが察知していた BSAA の闇の正体とは一体何だったのでしょうか。それは BSAA が設立当初から BOW 開発に関与していたという事実ではないかと考えられます。バイオハザードポータルから閲覧できるバイオハザード6のファイルによれば、BSAA の研究者たちが BOW、特にタイラントに強い関心を示していたことがわかります。BSAA がバイオテロに対峙していくためには、タイラントのような強力な BOW が現れた場合であっても、クリスたちのようなエース級隊員に頼らずに対抗できる有効な兵器を開発していくことが研究部隊には求められていたでしょう。例えばバイオハザードビレッジ内のボーナス武器として登場した LZ アンサラー、通称ライトセーバーは開発した兵器の完成形の一つであると言えます。このような兵器を開発するには BOW 自体の研究が不可欠になりますが、兵器の効果をテストしようとすると、実際の BOW で試すのが一番手っ取り早いと考えたはずです。しかし研究用とはいえ、BSAA には BOW を露獲することを表に見える形で行うことはできません。そこで対 BOW 兵器開発の名目の陰で、秘密裏に BOW 製造自体にも手を染めていたとしても不思議ではありません。BOW を製造するとなると、問題となるのが莫大な資金ですが、設立当初の BSAA 単独でそれを捻出する力は当然なく、スポンサーが必要になります。これを当時の時間軸で可能にした人物と組織が唯一存在しました。そう、エクセラとトライセルです。BSAA は製薬企業連盟から資金提供を受けており、連盟の筆頭となっていたのはトライセル。そしてエクセラは製薬企業連盟の幹部でもありました。BSAA にとってエクセラの命令は絶対であったと考えられますので、おそらく資金提供の見返りとして、トライセルでも運用可能な新型 BOW の開発と提供を秘密裏に BSAA に約束させたに違いありません。そしてエクセラの思考の背景にあったのは、やはりこのグラサンとの関係でしょう。バイオハザード5において、エクセラとトライセルは表舞台から姿を消すことになりましたが、BSAA はエクセラに依頼した新型 BOW の開発を続行します。そして完成させた成果として新型 BOW の初の実戦投入機会となったのがビレッジにおけるミランダ制圧作戦だったということではないでしょうか。BSAA が BOW 開発に手を染めていた事実をリベレーションズ当時の代表オブライアンは把握していなかったと考えられます。しかしモルガンはこの事実を当初から察知していたとすれば、BSAA 側で BOW 開発を指揮していた黒幕幹部とつながりがあったことになります。その人物こそ未だ明らかになっていない創設メンバーオリジナル11の一人になるのかもしれません。そしてビレッジで実戦投入された BOW はクリスのクローンではとの説もあります。確かに2つの顔を重ねてみると輪郭は完全に一致します。この BOW は BSAA の研究者が目指していた究極なタイラント、つまり人型最強のクリスと T ウイルス最強の BOW であるタイラントを掛け合わせた存在の実現への第一歩であり、自作型であった可能性が考えられます。バイオハザード9においては、クリス対 BSAA が開発したクリス型タイラントという夢の対決が実現するのかもしれませんね。
バイオハザード7のクリス編ノットアヒーローにおいて、ルーカスはコネクションに見切りをつけて E 型特異菌の情報を別の組織に流そうとしていました。データの流出はクリスによって阻止されましたが、この組織が何であったか作中では明らかになっておらず、現在まで未回収の謎となっています。しかしビレッジまでの情報を元に考察すると、実はこの組織も BSA だったのではという仮説が浮かんできます。セブンの作中でベイカー邸事件の元になったエブリンの鎮圧とルーカスの捕獲に来たのは民間軍事会社アンブレラ、通称青アンブレラであり、BSA ではありませんでした。BSA はエブリン抹殺作戦に失敗し、ベイカー邸事件の原因を作ってしまった関係上、本来は介入すべきところであるもののできなかったという表現が正しいと思われますが、先の考察のように BOW 開発を行っていた BSA としては、失敗した作戦で入手し損ねた E 型特異菌の情報を何としても手に入れたかったと考えられます。そこで BSA とつながりのある架空会社、つまり作中のファッキンカンパニーを通じてルーカスとコンタクトを取り、E 型特異菌の情報とあわよくば天才的な頭脳を持つルーカスさえも取り込もうと考えていたのではないでしょうか。しかし、ルーカスはクリスに倒され、送信途中のデータもサーバーごと破壊されてしまい、目論見は失敗に終わります。青アンブレラによって送信先が特定されたか、作中では明らかにはされていませんが、クリスがベーカー邸事件調査ファイルに描かれている隠蔽工作の事実に行き着いたのは、実はデータが復旧され、解析の結果、発信先の大元が BSA であると判明したためではないでしょうか。その事実に行き着いたクリスは BSA から離反し、ハウンドウルフ隊と独自行動を取るようになったと考えると、セブン以降にクリスが取った行動の全ての辻褄が合います。さらにバイオハザードビレッジにおいて BSA が狙いとしていた特異菌の原種ともいえる貧困のサンプルも入手しているとなると、バイオハザード9にはカドゥをベースとした BSA 製の特異菌クリーチャーの登場もありそうですね。ナタリアはバイオハザードリベレーションズ2に登場したキャラクターで、ヘラクリジアパニックの悲劇により両親を失った過去を持ちます。この悲痛な経験は彼女から恐怖を感じる感情を欠落させるという特異な状態をもたらしました。その特質がアレックス・ウェスカーに転生の儀の器としての素質を見出されることにつながり、最終的にアレックスの人格がナタリアに移し替えられてしまいます。リベレーションズ2にはアレックスの人格がすぐに発現したバッドエンドと、バリー家に引き取られた後に意味深な笑みを残すグッドエンドの2種類が存在しますが、いずれの場合であってもアレックスの転生の儀は成功したと見られています。このナタリア・アレックスはリベレーションズ2以降再び登場するのではないかと期待されていますが、ビレッジまでの間の動静は依然不明のままになっています。バリー家に引き取られた2013年の時点で12歳、バイオハザード9の発売が有力視されている2025年の時点では24歳となっていることから、アレックスの人格が発現したナタリアが再び登場するのではという期待が膨らみます。そんなナタリアがバイオハザード9に再登場するとなると、一体何を仕掛けてくるでしょうか。リベレーションズ2において、アレックスが兄アルバートの遺産であるウロボロスウイルスを入手した経緯を起点に考察をしてみましょう。ファイル、スチュワートへの指示には、ウロボロスウイルスは暗黒の大陸から送られてきたと書かれています。暗黒の大陸とはアフリカ大陸のことを指しているのですが、5でウエスカーとの決着がついた後、アフリカでウイルスを回収できた組織は実は多くありません。ミクセラも倒され、トライセルが崩壊した状態では、その後始末を行ったであろう BSA のみが可能であったと考えるのが普通です。しかし、当時の BSA はアレックスの行方を掴んでいないと考えられるため、仮にウロボロスを回収できたとしても、アレックスの元に送り届けることができません。ウロボロスウイルスを回収し、なおかつアレックスの居所を掴んでいて、移送ができた可能性がある人物が実は一人だけ存在します。そう、ジェシカです。ジェシカはトライセル所属のエージェントとしても活動しており、アフリカにあるウロボロスウイルスの存在は把握可能なポジションにいました。そしてアルバートとアレックスのウエスカー兄弟が出会っていたことも、エクセラに聞かされていた可能性が考えられます。アルバート亡き後、アレックスから直接回収の依頼が入ったのか、あるいは先ほどの考察のようにブランドン・ベイリーからの指令を受け、コネクションとしての思惑で回収に動いたのか、どちらも可能性はありますが、もしかするとアレックスとジェシカはウロボロスウイルスの引き渡しで直接会ったことがあるのかもしれませんね。ファイル研究所所長の日記によると、リベレーションズ2時点で T フォースは完成しており、
次の研究対象がウロボロスであったことが明かされています。しかし実際に開発されたのはウロボロスウイルスをそのまま使ったクリーチャーだけであり、ニールやアレックス自身が投与したものにも改良が一切施されていないことを踏まえると、ウロボロスの研究はまだ未完成の状態であったと考えられます。アレックスが引き継いだのは兄アルバートが成し遂げられなかった宿願、つまりウイルスによる人類選別と新世界の創造です。引き継いだウロボロスウイルスを改良し、バイオハザード9ではクリスと対決することになるのかもしれませんね。青アンブレラはバイオハザード7で突如登場した民間軍事会社です。2007年に旧アンブレラの退職者たちによって創設され、企業理念もアンブレラの罪の生産を掲げており、その贖罪意識の表れとしてあえて社名をアンブレラとしています。活動は世界に拡散された生物兵器の根絶、また生物兵器を扱う犯罪者たちの捕獲であり、BSAA と活動内容が重なるところもありますが、BSAA が腐敗した今となっては、実質的に BSAA の代替組織としての役割を果たしていると言えるかもしれません。バイオハザードビレッジのクリス編においても、クリスの所持アイテムの回復アンプルは青アンブレラ製のものを使用していることが確認できます。他の所持武器も特別な示唆はありませんでしたが、この青アンブレラから支給されたものであると考えられます。これは BSAA から離反する道を選んだ関係上、アンブレラという名前に対する不信感を完全に払拭することはできていないものの、クリスが率いるハウンドウルフ隊は戦闘のための物資補給を青アンブレラに依存せざるを得ないという苦しい台所事情もありそうです。バイオハザード9で BSAA コネクションと対峙するとなると、引き続き青アンブレラがクリスたちをバックアップする組織として登場しそうですが、その真の意図や目的もまだ多くは明らかになっていません。本当に味方なのか、あるいは旧アンブレラのように敵に回るのか、バイオハザード9で真相が明らかになるのかもしれませんね。バイオハザードビレッジにおいて、ハウンドウルフスクワット隊員ロボの会話の中に、クリスと暴れたのは中東以来という発言がありました。このことから、バイオハザード7以降、ビレッジまでの時間軸の中で、クリスたちハウンドウルフ隊は中東にバイオテロの鎮圧に赴いた経験があるということになります。そして中東と聞いて、バイオファンならば真っ先に思い浮かぶのはこのシーンではないでしょうか。そう、ジェイクです。バイオハザード9のメインストーリーの構成の中に、過去の階層として中東編を持ってくるのか、もしくは DLC の位置づけで中東編が登場し、クリスとハウンドウルフ隊、そしてジェイクが共闘する新たなストーリーが描かれるかもしれませんね。そして未だ語られていない父ウェスカーとジェイクの母親との出会いの秘密も中東編で明らかにされるのかもしれませんね。はい、今回はバイオハザードシリーズでこれまで謎になっており、バイオハザード9で明らかにされる可能性のある未回収の伏線を6つ考察してきました。皆さんはバイオハザード9でどの伏線が明らかにされると考えますか？コメント欄にご意見をお願いします。